皆さん、こんにちは。皆さんは、留学生の生活と聞くと、どんなイメージがありますか？毎日、日本語を勉強して、アルバイトをして、とても忙しそう。そんなイメージを持っている人も多いかもしれません。実は、そのイメージは、大体合っています。私も毎日、勉強やアルバイトで、忙しく過ごしています。でも、忙しいだけではありません。新しい友達に出会ったり、小さなことで、嬉しくなったり、そんな瞬間も、たくさんあります。今日は、そんな私の普通の一日を、皆さんに紹介したいと思います。それでは、始めましょう。私の一日は、朝6時半頃に始まります。本当のことを言うと、私は、朝起きるのが苦手です。特に、冬の朝は寒いので、布団から出るまでに、時間がかかります。あと5分だけ、寝よう。そう思って目を閉じると、気がついた時には、十分くらい過ぎていることもあります。皆さんも、そんな経験は、ありませんか？でも、学校に遅刻すると困るので、頑張っておきます。カーテンを開けて、外を見ると、天気がいい日もあれば、雨の日もあります。晴れている日は、なんとなく、気分も明るくなります。反対に、雨の日は、少し眠いまま、一日が始まることもあります。顔を洗って、歯を磨いて、それから、朝ごはんを食べます。忙しい日は、パンとコーヒーだけです。でも、少し時間がある日は、ご飯を炊いて、味噌汁を作ることもあります。やっぱり、温かい朝ごはんを食べると、元気が出ますね。朝ごはんを食べながら、スマートフォンでニュースを見たり、天気予報を確認したりします。日本では、急に雨が降ることがあるので、天気予報は毎日、チェックしています。傘を持っていかなかった時に、よく、雨が降るんですよね。不思議です。7時半頃になると、学校へ行く準備を始めます。教科書やノート、筆箱をカバンに入れて、忘れ物がないか、確認します。ちなみに、私は昔、宿題を家に忘れたことがあります。学校に着いてから気がついて、とても困りました。それから、家を出る前に、必ずもう一度、確認するようにしています。準備が終わったら、家を出ます。私は、電車で学校へ通っています。朝の電車は、本当に、人が多いです。日本に来たばかりの頃は、とても驚きました。こんなにたくさんの人が、毎日、同じ時間に移動しているんだ、と思いました。しかも、電車の中は、とても静かです。みんな、スマートフォンを見たり、本を読んだりしています。私も最近は、電車の中で単語を覚えたり、日本語のニュースを読んだりしています。5分でも10分でも毎日続けることが大切だと思っています。学校に着くと、まず
友達と挨拶をします。おはよう。その一言だけでも、なんだか安心します。私のクラスには、いろいろな国の留学生がいます。ベトナム、中国、ネパール、ミャンマー、インドネシアなど、本当に様々です。国は違っても、日本語を勉強したいという気持ちは、みんな同じです。授業では、文法や漢字、読解や会話を勉強します。私は特に漢字が苦手です。昨日覚えた漢字を今日忘れてしまうこともあります。昨日勉強したのに、そう思うこともよくあります。でも何回も書いたり何回も読んだりしていると、少しずつ覚えられるようになりました。反対に会話の授業は好きです。友達と話しながら勉強できるので、とても楽しいです。最初の頃は、日本語を話すことが少し怖かったです。間違えたらどうしよう。発音がおかしかったらどうしよう。そんなことばかり考えていました。でも、先生が間違えても大丈夫ですよ、と言ってくれました。その言葉を聞いて少し安心しました。今では間違いをあまり気にしないようにしています。お昼になると友達と一緒に昼ご飯を食べます。家からお弁当を持っていく日もありますし、コンビニで買う日もあります。私は日本のおにぎりが好きです。特にツナマヨのおにぎりが好きです。安くて美味しくてお腹もいっぱいになります。留学生の強い味方ですね。昼休みには友達といろいろな話をします。週末にどこへ行ったのか。最近見た映画は何か。アルバイトは大変か。そんな話をしている時間はとても楽しいです。午後の授業が始まる頃には少し眠くなります。特に昼ご飯を食べた後の授業は大変です。先生の声を聞きながら、眠ってはいけない、眠ってはいけないと思っています。皆さんも経験があるのではないでしょうか。授業が終わるとアルバイトへ行く日もあります。私はレストランでアルバイトをしています。最初はお客様の言葉が早すぎてほとんど聞き取れませんでした。何回も聞き返してしまってとても緊張していました。でも毎日少しずつ仕事を続けていたら少しずつ慣れてきました。今では簡単な会話ならできるようになりました。お客様からありがとうと言われるととても嬉しい気持ちになります。忙しい日は本当に大変です。気がつくとあっという間に時間が過ぎています。仕事が終わる頃にはもう外は暗くなっています。今日は疲れたなぁ。そう思いながら駅まで歩きます。でも頑張った日のご飯はいつもより美味しく感じます。帰りにスーパーへ寄って
野菜や牛乳を買うこともあります。日本で一人暮らしを始めてから、料理をする機会が増えました。最初は、目玉焼きもうまく作れませんでした。でも、今では、カレーライスやチャーハン、味噌汁くらいなら、作れるようになりました。少しずつ、できることが増えていくのは、嬉しいですね。晩ご飯を食べた後は、お風呂に入ります。そこでゆっくり体を温めると、一日の疲れが少しずつ消えていきます。今日も頑張ったなぁ、と思いながら、リラックスする大切な時間です。その後、海外に住んでいる家族と電話をすることがあります。離れて暮らしているので、時々寂しくなることもあります。特に体の調子が悪い時は、家族に会いたくなります。でも、電話で声を聞くと安心します。頑張ってね。その一言だけで、また頑張ろうという気持ちになります。その後、宿題をしたり、日本語を復習したりします。留学生の生活は、勉強やアルバイトで大変なこともたくさんあります。でも、1年前の自分と比べると、できることが本当に増えました。読めなかった漢字が読めるようになり、日本語を話すことも楽しくなりました。日本での毎日は、私にとって大切な宝物です。これからも諦めずに、自分の夢に向かって頑張りたいと思います。皆さん、最後まで聞いてくれてありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。